レボポイントさんからお借りしました最新の 3D スキャナーレボポイントトラックキット、こちら今回レビューしていきます。今回のねスキャナー本当にすごいらしい。今までのねスキャナーってこういうマーカーシールっていうのを製品に貼らないといけなくて、これを貼らないと、位置がねスキャナートラッキングがずれてしまって位置がずれるみたいなことがあったんですけど、今回のやつはそのマーカーシールがいらなくなるんですよ。でマーカーシールがいらなくなると何がいいかって、シールが貼る手間もなくなるし、それを剥がす手間もなくなる。当然シールの跡とかね、時間が経ったら残ってたりするんですけど、それもない最強のスキャナー、こちら今回レビューしていきます。もう見るからね、箱から強そうな感じが漂ってますけどでかい大型のドローンが入ってそうなぐらいの箱です。一応、いろいろ入ってまして、布とかケーブルがすごいね。今回のはね、ミラコ、以前ご紹介したミラコと違ってタブレットタイプの PC と接続して、室内とかに据え置きで使うタイプのスキャナーになりますので、それなりに広いスペースが必要になるかなと思います。でどういうことすごい形してますね、これ。なんかドローンみたいですね。これがスキャナーか。で、スキャナー側にマーカーシールがついてるんですね。あれ、これはおかしいぞと。ちょっとまだね、実はもう一ケースありまして、なぜマーカーシールがいらないのかっていうのが、種明かしされます。ちょっと待ってください。はい、もう一個来ました。こちらはね、ギターよりは小さいな、キーボードケースぐらいかな、楽器の。それぐらいのサイズがあって、これセットで使いますから、さっきのやつと。これが今回の目玉。これすごっ。何これ。あ、軽い。思ったより軽い。これなんですよ。これが目です。これ目。ちょっとさっきの持ってくる。これでもちろん製品をスキャンするんですけど、これを奥に設置しておいて、こっちでこっちをトラッキングしてスキャンするんですよ。伝わるかこれ。今回のスキャナーはセッティングが必要というかかなり重要なんで、それをまずやっていきます。でこういった三脚なんかもセットに付属しているそうなんで、別途用意する必要はないって感じですね。結構しっかりした太い三脚ですね。このジンバルもついてて、これでなんかポチってやると自動でこうキャリブレーションが行われるみたいな。トラッカー側ですね、これ両方にいるのかな。全ての線を接続してキャリブレーション中ですね。こっちのトラッカーとトラッカーをキャリブレーションするための、これがキャリブレーションポール。これの位置を合わせる。もうちょっと上かな。あ、来た。はい。これで3、2、1。お、動いてる動いてる。あ、今構成中です。おお。こっちがねジンバルになってるんで、電動の位置を傾けながら、おお、すごいすごいすごい。おお、すげえ。はいはいはい。このキャリブレーションポールだけが動いてるのかなと思ったんですけど、こっちのトラッカー、こっちもジンバルになってるんで、ここは電動のどっちも動いてました。はい、今傾いてます。すごっ。異様な光景。はい、すべてのキャリブレーションが完了しました。スキャン対象物がこのテーブルの上に置いてあって、3D スキャナー本体は手元にある状態です。で、通常の 3D スキャナーであればこのままスキャンして終わりなんですけども、今回の WellPoint Track Kit はあそこにトラッカーがあると。だいたい3、4メートルですかね、離れた位置から2つのカメラを使ってこう見てる。正直大掛かりにはなってますけど、すごい仕組みが
使われていまして、トラッカーでスキャナー本体を見て、スキャナー本体はスキャン対象物を見ていると、こう2段構えみたいになってまして、トラッカーの視野の範囲内であればどこに動いてもしっかりこのスキャナー本体をトラッキングしてくれているので、こうスキャン対象物のトラッキングも外れない。ほんまかと、ちょっと疑ってしまうので、実際にね使ってみてどんな感じかね、やってみたいと思います。はい、スキャンが開始されました。結構早いというか範囲が広いのかな。もう一瞬で上の部分取り終わりましたね。じゃこのまま下の方に行って持ち手の部分、ちょっとこの辺距離感がね難しいんですね。形状が複雑に変わるんで、バッテリーパックのあたりですかね。この辺もちょっと近いかな。はい、取っていく。ちょっとねパソコンの画面が小さいんで非常にやりにくいんで、どっかね外部モニターとか大きめのモニターにつないでやるともっとやりやすくなるかなと思います。いい感じですね。トラッキングは全然外れてないです。はい、ここで言ってたら外れました。トラッキングミス。これはですね、なんでなったかというと、僕の体でこの 3D スキャナー本体を隠してしまっているからですね。トラッカーがスキャナーを見失っています。なので一回どいてあげてですね、反対側に移動するともう一回トラッキングしてくれるはずなんだけど、いけてますね。いけてます。おお、すごいな。素晴らしい。で、下の方も取っていくと。この辺取れてるのかな。画面が小さすぎて分かりにくい。で、ぐるって回りましょうか。手を入れ替えて、だいたいね、こうやって手を入れ替えるときにガガガってスキャナー動かしちゃってトラッキング外れちゃったりすること多いんですけど、通常のスキャナーだと全く外れないですね。大丈夫ですね。これすごいな。めっちゃ楽じゃない？よし。いいんじゃないでしょうか。うんうん。取れてそう。じゃあこれで完了をして、あとはもうこのソフトがかなり優秀で、仮にね、微妙な変なところがあったりしても、勝手にきれいにしてくれるんで、それを使いましょう。ワンクリック編集適用。これをするともう一発でね、いい感じのモデルにしてくれるんで。はい、これで点群データの合成ができました。めちゃくちゃ綺麗。すごいな。ちょっとアンダーのところがね、取りきれなくてあれなんですけど、こっち側は綺麗に取れてる。反対側のアンダーがどうしてもテーブルにぶつかっちゃうんで取れなかったんですけど。はい、という感じで 3D スキャナー本体とトラッカーを組み合わせて一体どんなスキャンができるのかっていうのをざっとテストをしたわけなんですけど、素晴らしい結果ですね。トラッキングに関しては本当に外れない。自分がこのスキャナーを隠さなければ外れないです。で、あとスキャン精度もかなりラフにとってもマキタの文字とかもねしっかり浮き出てますし、全然問題ないんじゃないかなと思います。細かいスペックに関してはシングルフレーム正確度が 0.02mm、 対応サイズ範囲が 0.01 から6メートル、転換距離が 0.05mm、 堆積精度システム追跡システム、これを組み合わせた時の本当の精度が 0.025mm プラス 0.04mm かけるメートルということで、コンマ1には十分入ってくるような精度になってるんじゃないかなと思います。動作距離が1500から4000ミリということでかなり広範囲スキャンできますし、これ1台あれば結構いろんな大きなものから小さなものまでスキャンできそうな雰囲気ですね。なんせね、トラッキングが外れないっていうそのストレスがないっていうのが素晴らしいですね。さっきは比較的特徴があってスキャンしやすいんですけど、黒っぽいところが多くある意外と難しい形状難なくスキャンできたので、次はさらに難しい光沢のあるものをスキャンしていきます。こちらフェイスミルですね。金属になってますのでかなり反射高で難しいんですけど、どんな感じでスキャンされるのか。一応モードは金属光沢のある物体を選んでいます。いきます。全然問題なさそう。
はいはい。ちょっと近いかな。ちょっと体で一瞬隠れたのでトラッキングが外れましたが、この辺はさすがに難しいのかな。ここ黒っぽいんですよね、中のとこ。光沢があるのはこっち側のテーパーの部分で、上のフェイスミル本体のところは光沢というよりは黒っぽい部分なので、結構苦手かもしれない。さすがに難しいよな、これは。はい。どうかなと。でも意外と取れてるかもしれない。取れてるわ。この黒いボルトの周りだけと、あとアンダーの部分がね、ちょっとスキャンしにくかったんであれですけど、これ取れてるな。これせっかくなんで合成使ってやってみましょうか。これを一旦保存して、別のスキャンデータと合成することができるんですよね。それで一回やってみましょうか。よいしょ。よいしょ。じゃあちょっとさっき取れなかったアンダーの部分をこちらから取っていきましょう。新規スキャンで完全に別のファイルとして保存されるんですけど、それを後から一つに合成するというやり方ですね。いきます。いや、黒っぽいところ取れてますね。意外と。ちょっと画面だとね、分かりにくかったんですけど、取れてるわ。ここはどうなの？ここも取れてるか。取れてる。取れてますよ。すげえ。あとはこれを合成する。一旦、ワンクリックを適用させて、この2つを合成します。1番と2番。これいける？これ。思いっきり上下逆さまだけど。一回プレビュー見ましょう。おお！完璧。この切り欠きのところも合ってるし。フェイスミルの刃のところも合ってるように見える。一回これで適用。これすごいな。これいけたらすごい。ちょっと余計な机をスキャンしちゃってるんであれだけど、いや、完璧に合ってる。ちなみに合成を使うときは余計な部分、今回で言うと一緒にスキャンされてしまったテーブルをあらかじめ削除しておくとより良い結果が得られるそうです。はい、メッシュ化しました。いや、めちゃくちゃいい感じ。すごっ。一見ね、ここがね、ずれてるかなと思ったけど、こういう形状してましたね、本物も。うわ、すごっ。これすごいな。完璧に合ってるじゃん。ここのちっちゃい穴もね、本当に対称に開いてるし、これすごいわ。ちょっと感動。いや、ハードの進化もすごいですけど、ソフト側の進化もかなり進んでるんで、スキャン体験としてこれは素晴らしいですね。いや、実はですね、今年の春くらいに人生で初めて自転車を買ったんですよ。高校の時とかは乗ってたんですけど、親に出してもらってあれしたんで、自分のお金で買った自転車初なんですよ。子供と乗るために買っただけなんですけど、ビアンキのミニベロで中古1万円ぐらいのボロボロのやつ
買って、乗ってたんですけど、なんか意外にこれが楽しくて、ボロボロのままずっと乗るつもりだったんですけど、ちょこちょこなんかいじっちゃってます。で、今後ね、わかんないですけど、自転車のフレームを一から作ったりしたら、それはそれでなんか面白そうだなと。世界に一台だけの自分のオリジナルの自転車とか、ちょっと作ってみたいなっていう興味が出てきまして、それの勉強も兼ねて、せっかくね、いいスキャナーがあるんで、これのフレームをちょっとスキャンさせてもらって、勉強しようかなと思います。黒っぽい部分があるわけでもないので、普通に一般というスキャンモードでスキャンしていってます。こっちも行った方がいいか。フレームの長さだったり角度だったりを知りたいだけなので、トラッキングは外れない。で、一旦ここで僕が隠してしまいますが、問題なくいけます。で、この辺ハンドルのとこなんですけど、これも必要ないんで、こんな感じで。うわー、すごいな、これ。楽しい。で、奥に4メートルぐらいスキャンの範囲があるはずなんで、それもね、2つのカメラで認識してるんで、こういったスキャンが可能になるわけですね。うわー、すげえ。マジ？わ。こんなん今までだったら絶対シールないと無理でしたからね。わ。これはいい。この本当はね、クランクとかも外したかったんですけど、特殊工具がいるそうなんで、そのままにしています。わー、やばー。丸裸です。これシートポストですかね。どうだろう。ちょっと一旦止めて確認しましょうか。よし。十分じゃないかな。位置関係は全て出せると思うけど、主要なところは取れてるから、もう強いて言うならこのシートポストの穴のところがちょっと汚いというか、スキャンが甘いんで、あとハンドルポストのところもかな。そこだけ追加で取りましょう。はい。急に始めても全く問題なくトラッキングしてくれます。ほうほうほう。いいんじゃないかな。じゃあワンクリック編集で。残り時間94分とか出てますけど、実際こんなにはかからないですからね。だいたいさっきのでも5分10分とかなんで、15分かかるかな。うわ、素晴らしいですね。ここがね、ちょっと金属パーツ使ってたところなんで、若干のズレとか乱れが出てますけど、基本的に必要な寸法のところは問題なく取れてるんじゃないかな。お、すごい。じゃあこれをもとにちょっと数値でどういうセッティングになってるか見てみましょう。出来上がったメッシュデータをオートデスクフュージョンに読み込ませてみました。さすがにね、メッシュの数がかなり多いんで、少しメッシュの数を減らして動作を軽くしています。で、ここまでできたらですね、スケッチを使ってこのフレームに合わせた直線だったりタイヤだったりを描いていくと。そしてそこに寸法線を入れていくことによって、自転車を製作するために必要なホイールベースだったりシートチューブ長とか、細かい寸法などが分かってきます。で、かなり正確にスキャンできているので、実際にこれを使って自転車を作ることも多分可能なんじゃないかなと思います。で、あとは 3D なので、
正面に向けてタイヤの取り付くところの幅を計測したり、ちょっと正式名称わかんないんですけど、ここのブレーキが取り付くところのボスの位置なんかも測れるので、知りたい時にその知りたい値を全部取ることができると。次はこのホンダ CBX125F のガソリンタンクをスキャンしていきます。見るからにね、特徴があまりなくて結構大きいんで難しい。さらに黒くて反射もあるんで、スキャン対象物としては最高難易度だと思います。で、こいつ普通にスキャンするなら絶対マーカーシールいるんですけど、今回あえて使わずにどこまでスキャンできるのか検証していきたいと思います。スキャンモードは黒い物体を使用しています。通常だったらもうこの時点でスキャンが止まっていますね。トラッキング失敗してるはずです。あまりに特徴がないんで。ただ今のところは取れてますね。ここはね、塗装が剥がれてるところなんで、黒だとちょっと取れないな。でもこのシルバーのところは取れてるんですけどね、この蓋のガソリンキャップのところは取れてるんだけど、この塗装が剥がれてるところはちょっと難しいかもしれない。まあいいでしょう。ほぼほぼ取れてるんで。すごいすごい。OK。じゃあこれを、いい。ギリギリこの内側も取れてるんで、ひっくり返して、多分位相合わせもこんだけ取れてはできると思うんで、ちょっとひっくり返して、横はほぼさっきので取れてるんで、ざっと取って、あとは内側を取っていきたいですね。ちょっと近い。やっぱ距離感をつかむのが難しいですね。一応メーターあるんですけど、メーター見ながらじゃないと結構難しいです。結構入り組んでる中とかってどうなんだろう。取れてるね。取れてます。ちょっと傾けたりしながら、ここが取れてないか。こっちか。素晴らしい。素晴らしいです。はい。うわー、綺麗に取れるな。で、さっきと一緒ですね。この2つを合成していくんで、とりあえずワンクリック編集で、じゃあワンクリック編集が終わったんで、これらを合成していきます。ポチポチと。おお位置も完璧すぎない？ちょっとすごいなこれ。本当にすごいんだけど。うわ、ここの塗装が剥がれてちょっと盛り上がってるところも完璧に再現されてる。このカプラーも、このカプラー白色なんですけどちゃんとスキャンされてますね。うわー、おもろこれマーカーなしってほんとすごいな。いや、位置合わせも完璧すぎるし、うわー、感動。本当に感動する。すげえ。最高です。完璧。いや、なんというか本当にすごかったですよね。動画で伝わってるかはちょっとわからないんですけど、これまでレボポイントさんのスキャナー6台とかレビューさせてもらってて、一番衝撃受けたかもしれないです。やっぱりスキャンってそれなりにスキルというかテクニックが必要で、動かし方とかその角度だったり方向だったり、その対象物の選び方とか結構難しい要素があって、それなりにストレスを感じることもあるんですよ。トラッキングが外れちゃったり、スキャン失敗してとか、結果が良くないとかあったんですけど、本当にすごくてマジで初めて
今すごいとかそういった印象は今までありましたけど、今回初めてスキャンが楽しいって思いましたね。こんなに手軽にスキャンできていいんだっていうのが本当に感じました。この2台体制、スキャナーとトラッカーを組み合わせた新しいスキャナー、これちょっと感動しましたね。まあ悪い点というか微妙だった点挙げるなら2点だけあります。これはもうしょうがないんですよ。大きい、スキャナー自体はこのサイズなんですよ。このサイズでこのサイズでこの厚み、まあなんだろうな、ちょっと分厚めの本ぐらいのサイズなんですけど、こいつをトラッキングするためのシールを貼らないと、シールというかね、マーカーがこう設置されてて、これのせいでこの筐体っていうんですか、大きくなってしまっている。これが少し残念というかもったいないところで、どうしてもこうアンダーからもうちょっと差し込みたいなっていうところが、テーブルにぶつかっちゃうとか、やっぱり、このせいで、取りにくいっていう部分は正直ありました。あともう一つが、配線ですね。これ今線抜いちゃってますけど、線がつながっていますので、どうしても取り回しだったりとか、そういうところに気をつけないといけないとか、こいつ本体に線が3本とか4本とかつながってるんで、そこら辺の配線が、少しごちゃごちゃしてしまうっていうのはありましたけど、それ以外だからこれがもう少しコンパクトになって、さらにワイヤレスとか対応してきたら、これはもうね最高ですよ。ちょっと勝手なあれになっちゃいますけど、そういう進化をちょっと期待してしまいますね。でもそこへ行ったら本当にもう究極のスキャナーになってしまうんじゃないでしょうか。でさらにね、このトラッカーをもう1台増やしたりとか、そしたらより自分が影になったとしてもスキャンしやすくなりますし、そのぐらいになんかいきそう。このペースでどんどんいい製品出されてるんで、レブポイントさん、これからも期待してしまいますね。どんどん良くなってきて、使いやすくなってきて、体験会みたいなのもなんかやってるそうなんで、そういったイベントありましたら、ぜひね一度体験してもらいたいです。本当にびっくりすると思います。実際僕バイクのカバーにシール貼ってスキャンしましたからね。それの剥がすのとか、貼るのもそうですけど、剥がすのとかめっちゃ大変な思いした人だから分かるこの手軽さ。シール貼らなくてもいい、これはねぜひ、体験してみてください。でこちらの商品気になった方はですね、概要欄に URL 貼ってますんで、そちらから見てみてください。ご視聴ありがとうございました。